僕が目が見えてたらどうだっただろうと思うんです。ちょっとこうリットして。テノール歌手新垣勉さん47歳。新垣さんはアメリカ軍兵士を父に、沖縄の女性を母に持つ盲目のテノール歌手です。新垣さんは誕生直後彼を取り上げた助産婦の手違いで劇薬を点眼され全盲となりました。当時沖縄のアメリカ空軍基地に所属していた父親はその後間もなくアメリカ本国に戻ったまま消息不明。母親も彼を置いて地元の人と再婚したため、新垣さんは母方の祖母に引き取られました。貧しいながらも沖縄の豊かな自然の中で新垣さんは祖母と2人でその幼少時代を過ごしました。基地の島沖縄。アメリカ軍機の轟音を聞くたびに新垣さんは見知らぬ父を思い、そして自分の運命を呪いました。そんな彼を支えてきたのが、辛い時にも悲しい時にもいつも口ずさんできた心の歌でした。東京池袋の住宅街で新垣さんのささやかなホームコンサートが開かれました。新垣さんは大小いろんな形のコンサートを引き受けますが、特に子どもたちのためには進んでどこへでも出かけます。もちろん見えないということはさっきも言いましたように、いろんな不都合なことがあります。不便なことがあります。だけども不幸であるとは思わないんですね。不便ではある。逆に目が見えなくて良かったこととかあったりするとしたこと、そうね、なんだろう、大学でねちょうど寮にいて勉強してた時にね次の日に、試験の日だったのね。試験週間だったんです。ある時に停電したんです。それでみんなね、そうするともうみんな焦ってですね、ノート読んでくれ読んでくれって僕はノーって言わなかったんですよ。新垣さんがもう一度自分の生い立ちを確かめたいと20年ぶりに生まれ故郷の沖縄を訪ねました。かつては那覇のキリスト教会牧師で、今は宮古島に住んでいる城間先生が道中の案内をしてくれることになりました。
どうもおはようございます。しばらくでございます。本当に貴重な時間させてく城間ださって先生は新垣さんにとってはまさに命の恩人であり、また父親のような存在です。またフラッと訪ねていきたいな。早速新垣さんは高校時代に城間先生一家と2年間共に暮らした丘の上の教会に向かいました。この感覚覚えてますよ。これ。そうね。これ懐かしいですね。感じるでしょ。本当ですね。ね本当。いや懐かしいですね。新垣さんは中学生になるまで祖母のことを本当の母親だと思っていました。そして時折訪ねてくる実の母親を年の離れた姉だと教えられてきたのです。全てを知った新垣さんに追い打ちをかけたのが祖母の死でした。俺にはもう誰もいないんだ。新垣さんは荒れに荒れました。絶望の果て井戸に飛び込み自殺しようとした時、たまたま参加したのがキリスト教のサマーキャンプでした。そしてここで運命的に出会ったのが城間先生でした。僕はもう大人になったらお母さんを探して殺してやると、もうそんな言葉をかけられたら、牧師としてそんな言葉をかけられたのはもう初めてだったし、母親もそうですし、それから一度も会ったこともない、米軍兵の父親ですねに対する気持ちもやっぱりアメリカに行っていつか探し出して、殺してやりたいという気持ちも、そんなもう憎しみ恨み持ってましたからね。それからその目をね、失明させた、助産婦さんですか、に対する憎しみっていうかな、そういうのもやっぱりすごかったですね。少年の悲痛な叫びに深く心を動かされた城間先生は新垣さんを家族の一員として引き取りました。目の見えない孤独な少年は生まれて初めて家庭のぬくもりを知ったのです。城間先生をはじめ周りの人たちの応援を得て新垣さんは進学大学を卒業し牧師の資格を得ました。被害者意識から解放されるという経験した時にですね、非常に母親のことが愛おしく思えてですね、ものすごく涙が流れてきたんですよ。でそういう私体験をしましてね、だから今は本当に自由ですね。もう新垣さんが生まれ育ったふるさとは沖縄中西部にある読谷村です。どこにあったか。これですか。今きび畑になっているところ。そうじゃない。この辺。祖母と二人きりで暮らした小さな家はすでに取り壊され、ただ夏の草いきれがするばかりでした。どこにいる？その夏草の陰から生後間もない捨て猫がひょっこり現れ、新垣さんについて回りました。抱けているんだよ。抱っこしてる。はい。よし。もう満足してるよほら。この猫。ぐるぐるって言わないな。そうか。さっきから付きまとってるから。ちょっともう。はい。懐かしいですね。おばあちゃんよ。新垣さんの実家の隣のおばあさん、山城かまどさんが新垣さんを見つけてやってきました。小さい頃過ごしたところをね、ちょっと見てみたいということで。
懐かしいですね。本当に山城さんは新垣さんが生まれた時から盲目で孤独な境遇だったのを不憫に思い、何やかやと面倒を見てきたのです。そうですね。覚えてますよ。お世話になりましたよね。本当にありがとうございました。でもよかったな。ごめんください。ごめんください。お邪魔いたします。松田さんのお宅ですね。ああ、久しぶりなな、わかるかな。はい、シェイ。そういう意味ですね。覚えてます。石原裕次郎の歌を歌ってね。ああ、いい声でしたね。いや、懐かしいですね。でも変わるんでしょう。昔面倒を見てくれた近所の人たちが新垣さんの歓迎会を開いてくれました。6歳か7歳ぐらいから歌謡曲演歌歌うんですから。お風呂屋さんがあったでしょ。あそこでよく歌いましたね。戦闘歌手だったですよね。よく響いてね、あそこでだいぶ鍛えてもらったなと思う。新垣さんは小さい頃からよくいじめられましたが、そんな時はいつも歌を歌って耐えました。またこの仲間たちも本気でかばってくれたのです。彼心の中ではいろんな悲しいことはあったと思うんですよね。でもそれを外に出さないで、自分らと会ったらもういろんな歌聞かしたり、とにかく陽気な人間ということだけは僕らのイメージにありますね、今現在でも。寂しい表情する時ってあるんですけど、あんまり言わないんですけど、やっぱしどっかでこうあるんですけども出さない。夜になるのが怖かったですね。そうなんていうんですかね。ああ、夜になってほら隣あちこちからこう賑やかな声歌とか聞こえてくるでしょ。なんで自分だけ一人こういうところにいるんだろうっていうかね、そういう何か寂しさ、一抹の寂しさっていうか、そういうものを持ってました。出てましたね。ちょっとそれはあったでしょうね。新垣さんの叔父がぜひ渡したいものがあると新垣さんを自宅に招きました。お父さんの写真、これはほう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 。大事にね。勤大事にするところは俺一つしか残ってない。ほうほう。もうお父さんが50年間味がしてるから。顔がね、ここかな、あれ。これ、ね、こっちが、ハゲがそっくりだな、これが。ね、こっちは、階級は、4つあるんだ。おばあちゃんたちが言ったように。4つある。サージュンだな。本も探すで2日かかってるのに、お父さんは、おじさんは、おじさんは。たった1枚の写真。新垣さんの父親はメキシコ系アメリカ人で、1950年頃沖縄の嘉手納空軍基地に勤務していました。当時基地で働いていた村の人たちの話ではとても気さくな人だったということです。新垣さんは今月満47歳になったばかりで独身。東京練馬のアパートに一人暮らしです。週に1回の買い物も新垣さんにとっては大仕事で、自転車には特に気を使います。生計は金額の一定していない公園の心づけで立てています。身の回りのことは週3回区役所のヘルパーがやってくれますが、最大の問題はやはりお嫁さんです。やっぱり一緒にいてほっとするようなそういう人だったらいいなと思ってるんですけどね。なかなか出会いですから、今日明日にポンっていうわけもいきませんけど、新垣さんの勉強は展示が中心です。数少ない展示の本や楽譜の中から自分に必要な情報や曲目を選び整理していきます。本棚はこうした展示ノートでぎっしり。楽譜をはじめ古典音楽から宗教哲学の分野まで、その内容も豊富です。進学大学を出た新垣さんは歌の道を諦めきれず、
改めて音楽大学に入り声楽を学んだのです。今日も寸歌を惜しんでは新曲に挑戦です。群馬県伊勢崎市の中学校でコンサートを開くことになりました。この学校では1年前に講演したのですが、生徒たちの熱烈なアンコールに応え2度目の訪問となったのです。新垣さんも展示を指で追いながら準備に余念がありません。今度のコンサートは生徒会とコーラス部が自主的に主催したもので、会場は初めから熱気に包まれました。秋ということでですね、秋っていうのはいろんな秋がありますね。読書の秋、音楽の秋、いろんな秋があるんですよね。八代秋、それはないですね。それはないですね。はい。何か新垣さんに質問とかある方はいらっしゃいますか？はい。新垣さんが今まで行ったところで一番良かったところはどこですか？一番良かったところ？上橋中学だね。大変光栄に思います。新垣さんが普段から大切にしているものは何ですか？そうね、いい話を聞かせてくれましたね。皆さんはみんなね、僕もそうでした。この世の中みんな学校も家庭でも一番になりなさいよ、一番で生きなさいよ、隣の太郎ちゃんに負けちゃダメよ、隣の美智子ちゃんに負けちゃダメよ、そして会社でもいい営業成績を上げなさい。常にみんなね、一番になりなさい、一番になりなさい、いつもそういうことを言われます。しかしそれは必ず挫折が来るんです。本当にもっと大事なのはナンバーワンじゃないんです。オンリーワンなんです。私という人間は他の人では真似のすることのできない、私でしか、僕でしか生きることのできない人生があるんだっていうことです。ナンバーワンな人生を求める人生じゃなくて、オンリーワンな人生を生きてほしいんですね。次歌いますのは「サトウキビ畑」という歌を歌うんですが、この「サトウキビ畑」という歌は正面切って大上段に構えて平和を歌う歌ではないんです。でもこの歌の中には強烈なまでのその平和を願う思いが隠されている歌です。ざわわざわわざわわ、広いサトウキビ畑はざわわざわわざわわ、風が通り抜けるだけ、昔海の草がやってきた、夏の日差しの中でざわわざわわざわわ、広いサトウキビ畑はざわわざわわざわわ、風が通り抜けるだけ。
父の声を探しながらたどる畑の道、夏の日差しの中でざわわざわわざわわ風に涙は乾いてもざわわざわわざわわこの悲しみは消えない。あ、こんにちは。新垣さんが沖縄のもう一人の恩師中村先生を訪ねました。小学校の教師をしていた中村先生は家に閉じこもりっきりの幼い新垣さんを見つけ出し、尻込みする祖母を説得して盲学校に入れてくれたのです。大学院を修了した時の修士号なんですけど、はい、本当に感謝ですね。本当におめでとうございます。よく頑張った。つともがこんな小さい時からここまで見ていますでしょ、ずっと。本当に人間のその可能性っていうのは、旦那お子さんにもこの必ず中に持ってる何か目があるんだということね。でそれをこう育てていけば、その子のこの伸びるべき芽を周囲の人が見つけて手伝ってあげれば、そして本人がまた継続する力がさえあれば成し遂げられるんだなと思って、もう本当に継続は力なりだ。人間には本当に計り知れない可能性があるんだって言って、もうこれは実感として言えるんですよ。これは教え子たちのがもうちゃんと実証してくれていますからねって力強く話せるわけさ。ありがとうございます。あんた方が証拠を示してくれてるからね、本当に。新垣さんが北海道遠軽町にある北海道家庭学校を訪ねることになりました。家庭学校は不良行為をしたりする恐れのある少年たちの自立を助ける施設です。ここではキリスト教精神に基づいて大自然の中で働きながら学び、人間性の回復を目指しています。もし僕が目が見えてたらどうだっただろうと思うんです。もし僕が目が見えていて、ひょっとして僕は大学まで行って勉強しただろうかと思うんです。ひょっとしてもし目が見えてたならば、本当に父を探し出して助産婦さんを殺して、今頃僕はひょっとしたら刑務所の中にいて一生出てこれないような、そんなところにいたんじゃないだろうかと思うことがあるんです。皆さん、僕たちがですね、被害者意識っていうんですけども、どうして自分だけがこんな風になったんだというようなね、そういう気持ち、自分がこういう風になったのは誰かのせいだという風にして、人のせいにして生きる人生も一つの人生です。でもそこからは実際は何も生まれてこないんですね。そんなところから何もいいことは生まれてこないんです。僕の人生はまさにそういう被害者意識の人生だったんです。今回新垣さんはこの学校の子どもたちのために特に選んだこの曲を初めて歌いました。風に吹かれて野に咲
から間もなくこの学校の生徒中村正和君から新垣さんに便りが届きました。新垣さんは助産婦やお父さんを殺してやりたいと話していましたが、僕も大きくなったら父を殺してやると口癖で言っていました。僕は新垣さんと一緒にいるだけで心の中が明るくなり、今まで口に出せなかったことが自然に話せるような気がしました。一度でいいから自然の中で新垣さんと2人だけで話したかったです。新垣さんはこの16歳の少年中村正和君にもう一度会いたいと思いました。2人だけで話したかったという中村正和君が卒業することになりました。新垣さんは再び北海道家庭学校を訪れました。正和君は同じ悩みを苦しみ抜いた新垣さんに会うのを心待ちにしていました。殺してやりたいと思ったの。小さい頃から、ずっと。そういう辛い時ってさ、辛い時、死ねば楽になるんだなとか、そういうこと考えたことある。そういうこと考えて、そうかそうか、そうだね。正和君は卒業後東京に就職することになりました。今日は森林伐採の日。正和君にとっては最後の労働実習の時間です。雪の中、伐採した木材を麓まで運ぶ作業は大変な重労働。でも正和君は進んで太い木材を運びます。丸太と格闘している気配を感じながら新垣さんは正和君のために送る言葉を考えます。許すってのはとても難しいことだよね、そういうことをね、そういう人に対してね、そういうお父さんに対してもそうだし、僕もねやっぱり許すっていうのに本当にね時間かかったけどね、大変だけどエネルギーいるけど、やっぱり許すことができたら楽になるよね。そうだからそのお父さんに対して心から許せたらさ、本当にそれをだからいいエネルギーに変えて恩返しをしてあげるとね、復讐じゃなくてね。正和君の学校生活最後の日、寮でささやかなお別れ会が開かれました。
年と2週間生活して人がこうやれば喜ぶんだなとかこうやったら悲しくなるんだなとかそういうことがいろいろ分かったこの生活で自分が鍛えられたっていうのが一番の思い出でここを卒業しても今までの自分のペースで頑張っていきたいと思うんで見守っててください。ここに来て一番良かったことは新垣さんに会えたこと。正和君がつぶやきました。お土産がどうもどうもありがとう。お邪魔します。新垣さんのところに大学院で英文学を専攻している安孫子元春さんがやってきました。安孫子さんは新垣さんの大ファンで新垣さんに歌も習っています。この家のことはお茶でも冷蔵庫でも何でも勝手を知っていてどっちがお客かわからないほどです。やっぱりあれそれは英語の教師になってたんでしょ。そうですね、ずっとそう思ってたんですけどね、いまだにそういう気持ちは強いんですけどね、いやなんか変な話なんですけどね、なってもないのに自信がないんですよねやっぱり、よくよく考えてみると、本当にできるのかなと思って、まあ論文ばっちり。いやまだまだですね。あとどれぐらい？あと全部ですまだね。いい美女がいたじゃない、付き合ってた。なんか僕ですか？どうなってるの？そんな話どっから聞くんですか？どこで聞くんですか？ほらこの前来た子いたじゃない。ここですか？前来た子ねえ。もう卒業かな？ちょっとそれはまずいっすね。ちょっと3人ぐらいいたんじゃない？ちょっと本格的にまずいっすね。安孫子さんが来るたびに新垣さんはいつも近くの公園を一緒に散歩するようになりました。何クワガタ？アカシクワガタ。アカシクワガタ。小さいお名前何君だったっけ？井上智弘君。すごいね。いい名前だね。将来偉い先生になるかもしれないね。虫が好きなんです。ね、虫のね、専門の先生になるといいね。秋田県能代市のお寺の住職からぜひ仏教講座で講演してほしいとの強い要請がありました。牧師でもある新垣さんは真理は一つであると宗教を超え喜んでこれを引き受けました。
ある町に2つの家族があったんだそうです。一つの家庭はですね、3世代が一緒に同居しているのに争い一つない、何かいつも笑いの絶えない家庭、あんな風になりたいねってこの町で有名になったんだそうです。もう一つ、これはまた極端に、毎日その家の前を通るとですね、いろんなものが飛んでくる音がする。それでですね、いつも争いばかりしてると、そこのご主人がちょっと秘訣を聞きに行こうというわけで行ったんだそうです。いや秘訣なんかないんですよ。いや教えてください。うちの家はみんなが僕が悪かった、私が悪かった、いや私が悪かったって言って、みんなが私が悪かった、僕が悪かったって言うから、私の家は争いが起こらないって言うんです。もしお宅の家が争いがあるとしたら、お宅の家は善人が住んでるんじゃないですかってこう言ったと。変な話ですね。善人が住んでたらね、なんで争いがあるんでしょうかね。でもこれは逆説なんですよね。英語で言いますとね、パラドックスって言うんです。私もね、このアホなことばかり言ってるかと思って、ちょっとぐらいは英語は少し知ってるんですよ。パラドックスって、専門用語なんですけどね。要するにですね、この私たちの世の中がですね、うまくいかないのは、国と国と人と人との間がうまくいかないのは、私は立派だ、私は正しいという人間がたくさんいるんですね。善人がたくさんいるんです。俺がある人言いましたね。俺がの我を捨てて、おかげの下で暮らせ。いい言葉ですね。おかげさんって言葉いいですよね。おかげさまでって言葉。時々ですね、私いろんなところに行って、私の友達なんかおかげさまでうちに子供が生まれました、私何のお手伝いもしていませんからね。そんなこと言われてジミー・カーターさんが大統領の頃ですね、その時の副大統領さんはね、よっぽどカーターさんはマッサージが好きだったんでしょうね。モンデールさんって両方並べると肩モンデールっていうぐらいですね。埼玉県大宮市の大谷中学校で新垣さんは沖縄の平和の問題について一人の女子生徒から生の声を聞きました。皆さんの学校は随分この平和の問題に非常に真剣に取り組んでいってくださる、そういう中学校であるということを伺いまして、非常に私は力強いそんな気持ちになりました。この中でですね、この沖縄に行って、そしてこの作文を書いてくださった方、剣持さん、4組の剣持さんが作文を書いてくださった。この作文をですね、読んでいただきたい、そう思うんですね。よろしくお願いします。今の沖縄はとても発展していて、ここでたった50数年前に戦争があったとは思えないほどでした。でもホテルのベランダから夜景を見ると、たくさんのネオンの光の中にポツンと何もないところがありました。アメリカ軍が使用している米軍基地でした。でもそれ以上に私が驚いたのは、夢入り部隊として戦争へ参加させられた女学生たちがいたのです。彼女たちの生きた15年間は、私が生きた15年間よりずっとたくさんの苦しみや悲しみ、そして喜びがあったと思います。どうして人が人を殺すのでしょう。全く私には理解できません。そうならないために、私たちはもっと戦争のことを知り、それを伝えていかなければいけないと思います。戦争を風化させてはいけません。ムチドゥータから、それは沖縄語で命こそ最も大切という意味です。
20万以上の人々の命が失われた沖縄、そういう沖縄でですね、自分が生まれた。しかも父は米軍兵であったと。運命という言葉はあまり使いたくないんですけども、そういう中に自分が置かれているということを受け入れるということ、このこと自体が時間がかかりましたね。新垣さんのふるさと沖縄読谷村での初めてのコンサートを目前に、小さい時からお世話になった隣のおばあさん山城かまどさんが亡くなりました。山城さんは最後まで新垣さんのコンサートを楽しみにしていました。もう元気、このお父さんよ、よしこの。去年ちょうどね、伺った時にお会いしたのに。ああ。海の青さに空の青、南の風に緑葉の場所新垣さんがふるさとで開く初めてのコンサート。手作りでこれを企画した新垣さんの仲間たちは客の入りを心配しましたが、村の人たちは続々と詰めかけました。それどころかいろいろな事情で新垣さんを育てられなかった母親まで会場に姿を見せていたのです。あさっては、母の日なんですね。で、私もこんなことしたことないんですけども、今日はですね、私の母が、来てくれたということでですね、私もプレゼントをしたいと思っています。ところがこの時壇上に上がったのは新垣さんの幼友達でした。新垣さんの母親はコンサートを中座してしまったのです。
母親の複雑な思い、ふるさとに錦を飾った我が子の歌声があまりにも深く母の胸を打ったのかもしれません。新垣さんは当時父親がいたエアフォースマキバルと呼ばれた嘉手納基地に出かけてみました。でも新垣さんの心は不思議なくらい安らかでした。今父が生きているかどうかは分からないんですよね。でも血がつながっている以上、もし生きているのなら一度は会ってですね、そして自分のささやかなこの歌声をですね、父親に聞かせてあげたい、そんな気持ちでいっぱいですね。北海道家庭学校を卒業したあの中村正和君は今東京の塗装工事会社で元気に働いています。一人一人いろんな人生があるけれども、その人の人生を本当に比べることなく、相手を羨むことなく、また卑屈になることなく、自分に与えられた人生をしっかり生きればいいんだと。そして私は一応テノール歌手の端くれの端くれですけども、自分に与えられたこの歌というものを通して、一人でもいいから自分の音楽を聴いて慰められる人がいたら、それでも自分の人生は生きている意味があるなっていうことを思うんですね。新垣さんは今日も心豊かに歌の旅を続けます。人生の良き出会いを求め、一人一人への確かなメッセージを携えながら